これは哲学者のマックの書いたアホーの言葉の中の何章かです。×アホーはいつも彼以外のものをアホーであると信じている。×我々の自然を愛するのは、自然は我々を憎んだり嫉妬したりしないためもないことはない。×最も賢い生活は、一時代の習慣を軽蔑しながら、しかもそのまた習慣を少しも破らないように暮らすことである。×我々の最も誇りたいものは、我々の持っていないものだけである。×何人も偶像を破壊することに依存を持っているものはない。同時にまた何人も偶像になることに依存を持っているものはない。しかし偶像の台座の上に休んじて座っていられるものは、最も神々に恵まれたもの。アホーか悪人か英雄かである。クラバックはこの章の上へ爪の跡をつけていました。×我々の生活に必要な思想は3000年前に尽きたかもしれない。我々はただ古い焚き木に新しい炎を加えるだけであろう。×我々の特色は我々自身の意識を超越するのを常としている。×幸福は苦痛を伴い、平和は倦怠を伴うとすれば、×自己を弁護することは他人を弁護することよりも困難である。疑う者は弁護士を見よ。×教化、愛欲、疑惑。あらゆる罪は3000年来、この三者から発している。同時に、またおそらくは、あらゆる徳も。×物質的欲望を減ずることは、必ずしも平和をもたらさない。我々は平和を得るためには精神的欲望も減じなければならぬ。クラバックはこの章の上にも爪の跡を残していました。×我々は人間よりも不幸である。人間はカッパほど進化していない。僕はこの章を読んだとき、思わず笑ってしまいました。×なすことはなし得ることであり、なし得ることはなすことである。筆記我々の生活はこういう循環論法を脱することはできない。すなわち不合理に終始している。×ボードレールは白痴になった後、彼の人生観をたった一語に、女院の一語に漂白した。しかし、彼自身を語る者は必ずしもこういったことではない。むしろ彼の天才に
彼の生活を維持するに足る私的天才に信頼したために胃袋のイチゴを忘れたことである。この章にもやはりクラバックの爪の跡は残っていました。×もし理性に終始するとすれば、我々は当然我々自身の存在を否定しなければならぬ。理性を神にしたボルテールの幸福に一生を終わったのは、すなわち人間のカッパよりも進化していないことを示すものである。ある割合に寒い午後です。僕はアホーの言葉を読み飽きましたから、哲学者のマックを訪ねに出かけました。すると、ある寂しい街の角に蚊のように痩せたカッパが一匹、ぼんやり壁に寄りかかっていました。しかも、それは紛れもない。いつか僕の万年筆を盗んでいったカッパなのです。僕は閉めたと思いましたから、ちょうどそこへ通りかかったたくましい巡査を呼び止めました。ちょっと、あのカッパを取り調べてください。あのカッパはちょうど一月ばかり前に、私の万年筆を盗んだのですから。巡査は右手の棒を上げ、この国の巡査は剣の代わりに1位の棒を持っているのです。おい君とそのカッパへ声をかけました。僕は、あるいはそのカッパは逃げ出しはしないかと思っていました。が、存外落ち着き払って巡査の前へ歩み寄りました。のみならず腕を組んだまま、いかにも呆然と僕の顔や巡査の顔をじろじろ見ているのです。しかし、巡査は怒りもせず、腹の袋から手帳を出して、早速尋問に取り掛かりました。お前の名は？グルック。職業は？つい2、3日前までは、郵便配達夫をしていました。よろしい。そこで、この人の申し立てによれば、君は、この人の万年筆を盗んでいったということだがね。ええ、一月ばかり前に盗みました。何のために？子供のおもちゃにしようと思ったのです。その子供は？巡査は初めて相手のカッパへ鋭い目を注ぎました。1週間前に死んでしまいました。死亡証明書を持っているかね？痩せたカッパは腹の袋から一枚の紙を取り出しました。巡査はその紙へ目を通すと、急にニヤニヤ笑いながら相手の肩を叩きました。よろしい。どうもご苦労だったね。僕はあっけに取られたまま巡査の顔を眺めていました。しかもそのうちに痩せたカッパは何かブツブツつぶやきながら僕らを後ろにしていってしまうのです。僕はやっと気を取り直し、こう巡査に尋ねてみました。どうしてあのカッパを捕まえないのです？あのカッパは無罪ですよ。しかし、僕の万年筆を盗んだのは、子供のおもちゃにするためだったのでしょう。けれども、その子供は
死んでいるのです。もし何かご不審だったら、刑法1285条をお調べなさい。巡査はこう言い捨てたなり、さっさとどこかへ行ってしまいました。僕は仕方がありませんから、刑法1285条を口の中に繰り返し、マックの家へ急いで行きました。哲学者のマックは客好きです。現に今日も薄暗い部屋には裁判官のペップや医者のチャックやガラス会社の社長のゲールなどが集まって七色の色ガラスのランタンの下にタバコの煙を立ち上らせていました。そこに裁判官のペップが来ていたのは何よりも僕には好都合です。僕は椅子にかけるが早いか、刑法第1285条を調べる代わりに、早速ペップへ問いかけました。ペップ君、甚だ失礼ですが、この国では罪人を罰しないのですか？ペップは金口のタバコの煙をまず悠々と吹き上げてから、いかにもつまらなそうに返事をしました。罰しますとも、死刑さえ行われるくらいですからね。しかし僕は一月ばかり前に、僕は異彩を話した後、例の刑法1285条のことを尋ねてみました。それはこういうのです。いかなる犯罪を行いたりといえども、外犯罪を行わしめたる事情の消失したる後は、外犯罪者を処罰することを得ず、つまりあなたの場合で言えば、そのカッパはかつては親だったのですが、今はもう親ではありませんから、犯罪も自然と消滅するのです。それはどうも不合理ですね。冗談を言ってはいけません。親だったカッパも、親であるカッパも、同一に見るのこそ不合理です。そうそう、日本の法律では、同一に見ることになっているのですね。それはどうも我々には滑稽です。ペップは巻きタバコを放り出しながら気のない薄笑いを漏らしていました。そこへ口を出したのは法律には縁の遠いチャックです。チャックはちょっと鼻眼鏡を直し、こう僕に質問しました。日本にも死刑はありますか？ありますとも。日本では公罪です。僕は冷然と構え込んだペップに多少反感を感じていましたから、この機会に皮肉を浴びせてやりました。この国の死刑は日本よりも文明的にできているでしょうね。それはもちろん文明的です。ペップはやはり落ち着いていました。この国では鋼材などは用いません。稀には電気を用いることもあります。しかし大抵は電気も用いません。ただその犯罪の名を言って聞かせるだけです。それだけでカッパは死ぬのですか？死にますとも。我々カッパの神経作用はあなた方のよりも微妙ですからね。それは死刑ばかりではありません。殺人にもその手を使うのがあります。社長のゲールは色ガラスの光に顔中紫に染まりながら
人懐っこい笑顔をしてみせました。私はこの間もある社会主義者に貴様は盗人だと言われたために心臓麻痺を起こしかかったものです。それは案外多いようですね。私の知っていたある弁護士などはやはりそのために死んでしまったのですからね。僕はこう口を入れたカッパ、哲学者のマックを振り返りました。マックはやはりいつものように皮肉な微笑を浮かべたまま誰の顔も見ずに喋っているのです。そのカッパは誰かにカエルだと言われ、もちろんあなたもご存知でしょう。この国でカエルだと言われるのは認否人という意味になることぐらいは、己はカエルかな、カエルではないかなと毎日考えているうちにとうとう死んでしまったものです。それはつまり自殺ですね。もっともそのカッパをカエルだと言ったやつは殺すつもりで言ったのですがね。あなた方の目から見ればやはりそれも自殺という。ちょうどマックがこう言った時です。突然その部屋の壁の向こうに確かに詩人のトックの家に鋭いピストルの音が一発空気を跳ね返すように響き渡りました。僕らはトックの家へ駆けつけました。トックは右の手にピストルを握り、頭の皿から血を出したまま高山植物の鉢植えの中に仰向けになって倒れていました。そのまたそばにはメスのカッパが一匹、トックの胸に顔をうずめ、大声を上げて泣いていました。僕はメスのカッパを抱き起こしながら、一体僕はぬらぬらするカッパの皮膚に手を触れることをあまり好んではいないのですが、どうしたのですと尋ねました。どうしたのだかわかりません。ただ何か書いていたと思うと、いきなりピストルで頭を打ったのです。ああ、私はどうしましょう。くー、くー。これはカッパの鳴き声です。何しろトック君はわがままだったからね。ガラス会社の社長のゲールは悲しそうに頭を振りながら裁判官のペップにこう言いました。しかしペップは何も言わずに金口の巻きタバコに火をつけていました。すると今までひざまずいてトックの傷口などを調べていたチャックはいかにも医者らしい態度をしたまま僕ら5人に宣言しました。実は1人と4匹とです。もうダメです。トック君は元来異病でしたから、それだけでも憂鬱になりやすかったのです。何か書いていたということですが、哲学者のマックは弁解するようにこう独り言を漏らしながら机の上の紙を取り上げました。僕らは皆首を伸ばし、もっとも僕だけは例外です。幅の広いマックの肩越しに一枚の紙を覗き込みました。いざ立ちてゆかん、シャバ界を隔つる谷へ。岩村はこごしく、山水は清く。薬草の花は匂える谷へ。マックは僕らを振り返りながら
ビクショーと一緒にこう言いました。これはゲーテのミニオンの歌の表説ですよ。すると、トック君の自殺したのは詩人としても疲れていたのですね。そこへ偶然自動車を乗りつけたのはあの音楽家のクラバックです。クラバックはこういう光景を見るとしばらく戸口に佇んでいました。が、僕らの前へ歩み寄ると怒鳴りつけるようにマックに話しかけました。それはトックの遺言状ですか？いや、最後に書いていた詩です。詩？やはり少しも騒がないマックは髪を逆立てたクラバックにトックの詩稿を渡しました。クラバックはあたりには目もやらずに熱心にその詩稿を読み出しました。しかもマックの言葉にはほとんど返事さえしないのです。あなたはトック君の死をどう思いますか？いざ立ちて、僕もまたいつ死ぬかわかりません。シャバ界を隔つる谷へ。しかしあなたはトック君とはやはり親友の一人だったのでしょう？親友？トックはいつも孤独だったのです。シャバ界を隔つる谷へ。ただトックは不幸にも、岩村は小々く。不幸にも山水は清く。あなた方は幸福です。岩村は小々く。僕は未だに鳴き声を立たないメスのカッパに同情しましたから、そっと肩を抱えるようにし、部屋の隅の長い椅子へ連れて行きました。そこには2歳か3歳かのカッパが1匹、何も知らずに笑っているのです。僕はメスのカッパの代わりに子供のカッパをあやしてやりました。すると、いつか僕の目にも涙のたまるのを感じました。僕がカッパの国に住んでいるうちに涙というものをこぼしたのは前にも後にもこの時だけです。しかしこういうわがままのカッパと一緒になった家族は気の毒ですね。何しろ後のことも考えないのですから。裁判官のペップは相変わらず新しい巻きタバコに火をつけながら資本家のゲールに返事をしていました。すると僕らを驚かせたのは音楽家のクラバックの大声です。クラバックは詩稿を握ったまま誰にともなしに呼びかけました。閉めた。素晴らしい奏奏曲ができるぞ。クラバックは細い目を輝かせたまま、ちょっとマックの手を握ると、いきなり戸口へ飛んでいきました。もちろんもうこの時には、隣近所のカッパが大勢トックの家の戸口に集まり、珍しそうに家の中を覗いているのです。しかしクラバックは、このカッパたちをシャニムに左右へ押しのけるが早いか、ひらりと自動車へ飛び乗りました。同時にまた自動車は爆音を立ててたちまちどこかへ行ってしまいました。こら、こら、そう覗いてはいかん。裁判官のペップは巡査の代わりに大勢のカッパを押し出した後、トックの家の戸を閉めてしまいました。
部屋の中はそのせいか急にひっそりなったものです。僕らはこういう静けさの中に高山植物の花の葉に混じったとっくの血の匂いの中に後始末のことなどを相談しました。しかしあの哲学者のマッグだけはとっくの死骸を眺めたままぼんやり何か考えています。僕はマッグの肩を叩き、何を考えているのですと尋ねました。カッパの生活というものをね。カッパの生活がどうなるのです？我々カッパは何と言っても、カッパの生活を全うするためには、マッグは多少恥ずかしそうにこう小声で付け加えました。とにかく我々カッパ以外の何者かの力を信ずることですね。僕に宗教というものを思い出させたのはこういうマッグの言葉です。僕はもちろん物質主義者ですから、真面目に宗教を考えたことは一度もなかったのに違いありません。が、この時はトックの死にある感動を受けていたために、一体カッパの宗教は何であるかと考え出したのです。僕は早速学生のラップにこの問題を尋ねてみました。それはキリスト教、仏教、モハメッド教、ハイカ教なども行われています。まず一番勢力のあるものは何と言っても近代教でしょう。生活教とも言いますがね。生活教という訳語は当たっていないかもしれません。この言語はクーモーチャです。チャはイギリスのイズムという意味に当たるでしょう。クーモーの原型、クーナルの訳は単に生きるというよりも、飯を食ったり酒を飲んだり交合を行ったりする意味です。じゃあこの国にも教会だの寺院だのはあるわけなのだね。冗談を言ってはいけません。近代教の大寺院などはこの国第一の大建築ですよ。どうです？ちょっと見物に行っては。ある生暖かい曇天の午後、ラップはとくとくと僕と一緒にこの大寺院へ出かけました。なるほど、それはニコライ堂の10倍もある大建築です。のみならず、あらゆる建築様式を一つに組み上げた大建築です。僕はこの大寺院の前に立ち、高い塔や丸屋根を眺めたとき、何か不気味にさえ感じました。実際それらは天に向かって伸びた無数の触手のように見えたものです。僕らは玄関の前に佇んだまま、そのまた玄関に比べてみても、どのくらい僕らは小さかったのでしょう。しばらくこの建築よりもむしろ途方もない怪物に近い希代の大寺院を見上げていました。大寺院の内部もまた広大です。そのコリント風の円柱の立った中には参詣人が何人も歩いていました。しかしそれらは僕らのように非常に小さく見えたものです。そのうちに僕らは腰の曲がった一匹のカッパに出会いました。するとラップはこのカッパにちょっと頭を下げた上、丁寧にこう話しかけました。長老、ご達者なのは何よりもです。相手のカッパもお辞儀をした後、やはり丁寧に
返事をしました。これはラップさんですか。あなたも相変わらず。と言いかけながら、ちょっと言葉を継がなかったのは、ラップのくちばしの腐っているのに、やっと気がついたためだったでしょう。ああ、とにかく、ご丈夫らしいようですね。が、今日はどうしてまた。今日は、この方のお供をしてきたのです。この方は、多分ご承知の通り、それからラップは、とうとうと僕のことを話しました。どうも、またそれはこの大寺院へラップがめったに来ないことの弁解にもなっていたらしいのです。それについてはどうかこの方のご案内を願いたいと思うのですが、長老は応用に微笑しながら、まず僕に挨拶をし、静かに正面の祭壇を指さしました。ご案内と申しても、何もお役に立つことはできません。我々信徒の礼拝するのは、正面の祭壇にある生命の木です。生命の木にはご覧の通り、金と緑との実がなっています。あの金の実を善の実と言い、あの緑の実を悪の実と言います。僕はこういう説明のうちにもう退屈を感じ出しました。それはせっかくの長老の言葉も古い比喩のように聞こえたからです。僕はもちろん熱心に聞いている様子を装っていましたが、時々は大寺院の内部へそっと目をやるのを忘れずにいました。コリント風の柱、ゴシック風の急流、アラビアじみた市松模様の床、セセッションまがいの祈祷机、こういうものの作っている調和は妙に野蛮な美を備えていました。しかし僕の目を引いたのは、何よりも両側の岩の中にある大理石の半身像です。僕は何かそれらの像を見知っているように思いました。それもまた不思議ではありません。あの腰の曲がったカッパは、生命の木の説明を終わると、今度は僕やラップと一緒に右側の岩の前へ歩み寄り、その岩の中の半身像にこういう説明を加え出しました。これは我々の生徒の一人、あらゆるものに反逆した生徒ストリントベリーです。この生徒は散々苦しんだ挙句、スウェーデンボルグの哲学のために救われたように言われています。が、実は救われなかったのです。この生徒は、ただ我々のように生活教を信じていました。というよりも、信じるほかはなかったのでしょう。この生徒の我々に残した伝説という本を読んでごらんなさい。この生徒も自殺未遂者だったことは生徒自身告白しています。僕はちょっと憂鬱になり、次の岩へ目をやりました。次の岩にある半身像は口ひげの太いドイツ人です。これはザラトストラの詩人ニーチェです。その生徒は
生徒自身の作った超人に救いを求めました。が、やはり救われずに気違いになってしまったのです。もし気違いにならなかったとすれば、あるいは生徒の数へは入ることもできなかったかもしれません。長老はちょっと黙った後、第三の癌の前へ案内しました。3番目にあるのはトルストイです。この生徒は誰よりも苦行をしました。それは元来貴族だったために好奇心の多い公衆に苦しみを見せることを嫌ったからです。この生徒は事実上信じられないキリストを信じようと努力しました。いや、信じているようにさえ公言したこともあったのです。しかし、とうとう晩年には悲壮な嘘つきだったことに耐えられないようになりました。この生徒も時々書斎の針に恐怖を感じたのは有名です。けれども、生徒の数に入っているくらいですから、もちろん自殺したのではありません。第4の癌の中の半身像は、我々日本人の一人です。僕はこの日本人の顔を見たとき、さすがに懐かしさを感じました。これは国木田独歩です。歴史する人足の心持ちをはっきり知っていた詩人です。しかし、それ以上の説明はあなたには不必要に違いありません。では、5番目の癌の中をご覧ください。これはワグネルではありませんか？そうです。国王の友達だった革命家です。生徒ワグネルは晩年には食前の祈祷さえしていました。しかしもちろんキリスト教よりも生活教の信徒の一人だったのです。ワグネルの残した手紙によれば、シャバクは何度この生徒を死の前に借り合ったかわかりません。僕らはもうその時には第6の癌の前に立っていました。これは生徒ストリントベリーの友達です。子供の大勢ある細君の代わりに13子のクイティの女をめとった商売人上がりのフランスの画家です。この生徒は太い血管の中に水夫の血を流していましたが、唇をご覧なさい。ひそか何かの跡が残っています。第7の癌の中にあるのは、もうあなたはお疲れでしょう。では、どうかこちらへおいでください。僕は実際疲れていましたから、ラップと一緒に長老に従い、香の匂いのする廊下伝いにある部屋へ入りました。そのまた小さい部屋の隅には、黒いベヌスの像の下に
山ぶどうが一房献じてあるのです。僕は何の装飾もない僧帽を想像していただけに、ちょっと意外に感じました。すると長老は僕の様子にこういう気持ちを感じたと見え、僕らに椅子を進める前に半ば気の毒そうに説明しました。どうか我々の宗教の生活教であることを忘れずにください。我々の神、生命の木の教えは、旺盛に生きよというのですから、ラップさん、あなたはこの方に我々の聖書をご覧に入れましたか？いえ、実は私自身もほとんど読んだことはないのです。ラップは頭の皿をかきながら正直にこう返事をしました。が、長老は相変わらず静かに微笑して話し続けました。それではお分かりになりますまい。我々の神は一日のうちにこの世界を作りました。のみならず、メスのカッパを作りました。すると、メスのカッパは退屈のあまり、オスのカッパを求めました。我々の神は、この嘆きを憐れみ、メスのカッパの脳髄を取り、オスのカッパを作りました。我々の神は、この2匹のカッパに、食えよ、神々せよ、旺盛に生きよ、という祝福を与えました。僕は、長老の言葉のうちに、詩人のトックを思い出しました。詩人のトックは、不幸にも、僕のように無神論者です。僕はカッパではありませんから、生活教を知らなかったのも無理はありません。けれども、カッパの国に生まれたトックは、もちろん生命の木を知っていたはずです。僕はこの教えに従わなかったトックの最後を憐れみましたから、長老の言葉を遮るようにトックのことを話し出しました。あの気の毒な詩人ですね。長老は僕の話を聞き、深い息を漏らしました。我々の運命を定めるものは、信仰と境遇と偶然とだけです。トックさんは不幸にも信仰をお持ちにならなかったのです。トックはあなたを羨んでいたでしょう。いや、僕も羨んでいます。ラップ君などは年も若いし、僕もくちばしさえちゃんとしていれば、あるいは楽天的だったかもしれません。長老は僕らにこう言われると、もう一度深い息を漏らしました。しかも、その目は涙ぐんだまま、じっと黒いベヌスを見つめているのです。私も実は、これは私の秘密ですから、どうか誰にもおっしゃらずにください。私も実は我々の神を信ずるわけにはいかないのです。しかし、いつか私の祈祷は
ちょうど長老のこういった時です。突然部屋の戸が開いたかと思うと、大きいメスのカッパが一匹、いきなり長老へ飛びかかりました。僕らがこのメスのカッパを抱き留めようとしたのはもちろんです。が、メスのカッパはとっさの間に床の上へ長老を投げ倒しました。この親父め、今日もまた私の財布から一杯ある金を盗んでいったな。10分ばかり経った後、僕らは実際逃げ出さないばかりに長老夫婦を後に残し、大寺院の玄関を降りて行きました。あれではあの長老も生命の木を信じないはずですね。しばらく黙って歩いた後、ラップは僕にこう言いました。が、僕は返事をするよりも思わず大寺院を振り返りました。大寺院はどんより曇った空に、やはり高い塔や丸屋根を無数の触手のように伸ばしています。何か砂漠の空に見える蜃気楼の不気味さを漂わせたまま、それからかれこれ1週間の後、僕はふと医者のチャックに珍しい話を聞きました。というのは、あの特区のうちに幽霊の出るという話なのです。その頃にはもうメスのカッパはどこか他へ行ってしまい、僕らの友達の詩人のうちも写真誌のスティーディオに変わっていました。何でもチャックの話によれば、このスティーディオでは写真を撮ると特区の姿もいつの間にか必ず朦朧と客の後ろに映っているとかいうことです。もっともチャックは物質主義者ですから、死後の生命などを信じてはいません。現にその話をした時にも悪意のある微笑を浮かべながら、やはり霊魂というのも物質的存在と見えますね。などと注釈めいたことを付け加えていました。僕も幽霊を信じないことはチャックとあまり変わりません。けれども詩人の特区には親しみを感じていましたから、早速本屋の店へ駆けつけ、特区の幽霊に関する記事や特区の幽霊の写真の出ている新聞や雑誌を買ってきました。なるほど、それらの写真を見ると、どこか特区らしいカッパが一匹、老若男女のカッパの後ろにぼんやりと姿を現していました。しかし僕を驚かせたのは、特区の幽霊の写真よりも特区の幽霊に関する記事、ことに特区の幽霊に関する心霊学協会の報告です。僕はかなり逐次的にその報告を訳しておきましたから、下に大略を掲げることにしましょう。ただし、括弧の中にあるのは僕自身の加えた注釈なのです。詩人特区君の幽霊に関する報告。心霊学協会雑誌第8274号書斎。我が心霊学協会は先般自殺したる詩人特区君の急遽にして、現在はバツバツ写真誌のスティーディオなる四角街第251号に臨時調査会を開催せり、列席せる会員は下のごとし、氏名を略す。我ら
17名の会員は、神霊協会会長ペック氏と共に9月17日午前10時30分、我らの最も信頼するメディアム、ホップ夫人を同伴し、ガイ・スティーディオの一室に参集せり。ホップ夫人はガイ・スティーディオに入るや、すでに心霊的空気を感じ、全身に痙攣を催しつつ、嘔吐すること数回に及べり。夫人の語るところによれば、小橋人トック君の強烈なるタバコを愛したる結果、その心霊的空気もまたニコチンを含有するためなりという。我ら会員は、ホップ夫人と共に円卓を巡りて木座したり、夫人は3分25秒の後、極めて急激なる無遊状態に陥り、かつ詩人トック君の心霊の憑依するところとなれり、我ら会員は年齢順に従い、夫人に憑依せるトック君の心霊と左のごとき問答を開始したり。問う。君は何故に幽霊にいずるか。答え。死後の名声を知らんがためなり。問う。君、あるいは心霊諸君は死後もなお名声を欲するや。答え。少なくとも世は欲せざるあたわず、しかれども世の開口したる日本の一詩人のごときは死後の名声を軽蔑しいたり。問う。君はその詩人の生命を知れりや。答え。世は不幸にも忘れたり、ただ彼の好んで作れる17字詩の一生を記憶するのみ。問う。その死はいかん。答え。古池や河津飛び込む水の音。問う。君はその死を佳作なりとなすや。答え。世は必ずしも悪作なりとなさず、ただ河津をカッパとせんが、さらに交際陸理たるべし。問う。しからばその理由はいかん。答え。我らカッパはいかなる芸術にもカッパを求むること通説なればなり、会長ペック氏はこの時にあたり、我ら17名の会員にコア心霊学協会の臨時調査会にして合評会にあらざるを注意したり。問う。心霊諸君の生活はいかん。答え。諸君の生活と異なることなし。問う。しからば君は君自身の自殺せしを後悔するや。答え。必ずしも後悔せず、世は心霊的生活に生まば、さらにピストルを取りて自活すべし。問う。自活するは容易なりや否や。トック君の心霊はこの問いに答うるにさらに問いをもってしたり、こはトック君を知れる者にはすこぶる自然なる応酬なるべし。答え。自殺するは容易なりや否や。問う。諸君の生命は
永遠なりや。答え、我らの生命に関しては、諸説紛々として信ずべからず、幸いに我らの間にも、キリスト教、仏教、モハメット教、ハイカ教などの諸宗あることを忘るるなかれ。問う。君自身の信ずるところは。答え。世は常に懐疑主義者なり。問う。しかれども君は少なくとも心霊の存在を疑わざるべし。答え。諸君のごとく確信するあたわず。問う。君の交友の多少はいかん。答え。世の交友は古今東西にわたり300人を下らざるべし。その著名なるものをあぐれば、クライスト、マインレンデル、ワイニンゲル。問う。君の交友は自殺者のみなりや。答え。必ずしもしかりとせず、自殺を弁護せるモンティエニュのごときは、世が異友の一人なり。ただ世は自殺せざりし遠征主義者、ショーペンハウエルの敗とは交際せず。問う。ショーペンハウエルは健在なりや。答え。彼は目下心霊的遠征主義を樹立し、自活する可否を論じつつあり、しかれども、これらもバイキン病なりを知り、すこぶる安堵せるもののことし。我ら会員は、相次いで、ナポレオン、孔子、ドストエフスキー、ダーウィン、クレオパトラ、釈迦、デモステネス、ダンテ、千利休などの心霊の消息を質問したり。しかれども、トック君は不幸にも詳細に答うることをなさず、かえってトック君自身に関する種々のゴシップを質問したり。問う。世の死後の名声はいかん。答え。ある批評家は、群唱詩人の一人と言えり。問う。彼は、世が詩集を送らざりしに、怨恨を含める一人なるべし。世の全集は出版せられしや。答え。君の全集は出版せられたれども、売れ行きは甚だ振るわざるがごとし。問う。世の全集は300年の後、すなわち著作権の失われたる後、万人のあがなうところとなるべし。世の同棲せる女友達はいかん。答え。彼女は諸子ラック君の夫人となれり。問う。彼女は未だ不幸にもラックの義眼なるを知らざるなるべし。世が子はいかん。答え。国立孤児院にありと聞けり。トック君はしばらく沈黙せる後、新たに質問を開始したり。問う。世がうちはいかん。答え。某写真誌のステューディオとなれり。問う。世の机はいかになれるか。答え。いかなれるかを知るものなし。問う。世は
世の机の引き出しに、世の秘蔵せる一束の手紙を、しかれども、これは幸いにも多忙なる諸君の関するところにあらず、今や我が神霊界はおもむろに白母に沈まんとす。世は諸君と決別すべし、さらば諸君、さらば我が善良なる諸君。ホップ夫人は最後の言葉とともに再び急激に覚醒したり、我ら17名の会員はこの問答の真なりしことを上天の神に誓って保証せんとす。なお、また我らの信頼するホップ夫人に対する報酬は、かつて夫人が女優たりし時の日当に従いて志弁したり。僕は、こういう記事を読んだ後、だんだんこの国にいることも憂鬱になってきましたから、どうか我々人間の国へ帰ることにしたいと思いました。しかし、いくら探して歩いても、僕の落ちた穴は見つかりません。そのうちに、バッグという漁師のカッパの話には、何でも、この国の町外れにある、年を取ったカッパが一匹、本を読んだり、笛を吹いたり、静かに暮らしているということです。僕は、このカッパに尋ねてみれば、あるいは、この国を逃げ出す道もわかりはしないかと思いましたから、早速、町外れへ出かけて行きました。しかし、そこへ行ってみると、いかにも小さい家の中に、年を取ったカッパどころか、頭の皿も固まらない、やっと12、3のカッパが一匹、悠々と笛を吹いていました。僕は、もちろん間違った家へ入ったではないかと思いました。が、念のために名を聞いてみると、やはりバッグの教えてくれた年寄りのカッパに違いないのです。しかし、あなたは子供のようですが、お前さんはまだ知らないのかい？私はどういう運命か、母親の腹を出た時には白髪頭をしていたのだよ。それからだんだん年が若くなり、今ではこんな子供になったのだよ。けれども、年を勘定すれば、生まれる前を60としても、かれこれ115、6にはなるかもしれない。僕は部屋の中を見回しました。そこには僕の気のせいか、質素な椅子やテーブルの間に何か清らかな幸福が漂っているように見えるのです。あなたはどうも他のカッパよりも幸せに暮らしているようですね。さあ、それはそうかもしれない。私は若い時は年寄りだったし、年を取った時は若い者になっている。したがって、年寄りのように欲にも乾かず、若い者のように色にも溺れない。とにかく私の生涯は、たとえ幸せではないにもしろ、安らかだったのには違いあるまい。なるほど。それでは安らかでしょう。いや、まだそれだけでは安らかにはならない。私は体も丈夫だったし、
一生食うに困らぬくらいの財産を持っていたのだよ。しかし、一番幸せだったのは、やはり生まれてきた時に年寄りだったことだと思っている。僕はしばらくこのカッパと自殺したトックの話だの、毎日医者に診てもらっているゲールの話だのをしていました。が、なぜか年を取ったカッパはあまり僕の話などに興味のないような顔をしていました。では、あなたは他のカッパのように格別生きていることに執着を持ってはいないのですね。年を取ったカッパは僕の顔を見ながら静かにこう返事をしました。私も他のカッパのようにこの国へ生まれてくるかどうか、一応父親に尋ねられてから母親の体内を離れたのだよ。しかし僕はふとした拍子にこの国へ転げ落ちてしまったのです。どうか僕にこの国から出て行かれる道を教えてください。出て行かれる道は一つしかない。というのは、それはお前さんのここへ来た道だ。僕はこの答えを聞いたときに、なぜか身の毛がよだちました。その道があいにく見つからないのです。年を取ったカッパは、みずみずしい目にじっと僕の顔を見つめました。それから、やっと体を起こし、部屋の隅へ歩み寄ると、天井からそこに下がっていた一本の綱を引きました。すると、今まで気のつかなかった天窓が一つ開きました。そのまた丸い天窓の外には、松やヒノキが枝を張った向こうに、大空が青々と晴れ渡っています。いや、大きい矢尻に似た槍ヶ岳の峰もそびえています。僕は飛行機を見た子供のように実際飛び上がって喜びました。さあ、あそこから出て行くがいい。年を取ったカッパはこう言いながらさっきの綱を指さしました。今まで僕の綱と思っていたのは、実は綱はしごにできていたのです。では、あそこから出させてもらいます。ただ、私は前もって言うがね、出て行って後悔しないように。大丈夫です。僕は後悔などはしません。僕はこう返事をするが早いか、もう綱はしごをよじ登っていました。年を取ったカッパの頭の皿をはるか下に眺めながら、僕はカッパの国から帰ってきた後、しばらくは我々人間の皮膚の匂いに並行しました。我々人間に比べれば、カッパは実に清潔なものです。のみならず、我々人間の頭は、カッパばかり見ていた僕には、いかにも気味の悪いものに見えました。これは、あるいは、あなたにはお分かりにならないかもしれません。しかし、目や口はともかくも、この鼻というものは、
妙に恐ろしい気を起こさせるものです。僕はもちろんできるだけ誰にも会わない算段をしました。が、我々人間にもいつか次第に慣れ出したと見え、半年ばかり経つうちにどこへでも出るようになりました。ただそれでも困ったことは、何か話をしているうちにうっかりカッパの国の言葉を口に出してしまうことです。君は明日はうちにいるかね？なんだって？いや、いるということだよ。だいたいこういう調子だったものです。しかし、カッパの国から帰ってきた後、ちょうど1年ほど経った時、僕はある事業の失敗したために、S 博士は彼がこう言った時、その話はおよしなさいと注意をした。何でも博士の話によれば、彼はこの話をするたびに看護人の手にも負えないくらい乱暴になるとかいうことである。では、その話はやめましょう。しかし、ある事業の失敗したために、僕はまたカッパの国へ帰りたいと思い出しました。そうです。行きたいのではありません。帰りたいと思い出したのです。カッパの国は、当時の僕には故郷のように感じられましたから。僕はそっと家を抜け出し、中央線の汽車へ乗ろうとしました。そこをあいにく巡査に捕まり、とうとう病院へ入れられたのです。僕はこの病院へ入った当座もカッパの国のことを思い続けました。医者のチャックはどうしているでしょう。哲学者のマックも相変わらず七色の色ガラスのランタンの下に何か考えているかもしれません。ことに僕の親友だったくちばしの腐った学生のラップは、ある今日のように曇った午後です。こんな追憶にふけっていた僕は思わず声を上げようとしました。それはいつの間に入ってきたか、バッグという漁師のカッパが一匹、僕の前に佇みながら何度も頭を下げていたからです。僕は心を取り直した後、泣いたか笑ったかも覚えていません。が、とにかく久しぶりにカッパの国の言葉を使うことに感動していたことは確かです。おい、バッグ、どうして来た？へえ、お見舞いに上がったのです。何でも、ご病気だとかいうことですから。どうしてそんなことを知っている？ラジオのニュースで知ったのです。バッグは得意そうに笑っているのです。それにしても、よく来られたね。なに、造作はありません。東京の川や堀割は、カッパには往来も同様ですから。僕は、カッパもカエルのように、水陸両生の動物だったことに、今更のように気がつきました。しかし、この辺には川はないがね。いえ、こちらへ上がったのは、水道の鉄管を抜けてきたのです。それから、ちょっと消火栓を開けて。消火栓を開けて？
旦那はお忘れなすったのですか？カッパにも機械屋のいるということを。それから僕は2、3日ごとにいろいろのカッパの訪問を受けました。僕の病は S 博士によれば創発性痴呆症ということです。しかし、あの医者のチャックは、これは甚だあなたにも失礼にあたるのに違いありません。僕は創発性痴呆症患者ではない。創発性痴呆症患者は S 博士をはじめ、あなた方自身だと言っていました。医者のチャックも来るくらいですから、学生のラップや哲学者のマッグの見合いに来たことはもちろんです。が、あの漁師のバッグの他に昼間は誰も訪ねてきません。ことに2、3匹一緒に来るのは夜。それも月のある夜です。僕は夕べも月明かりの中にガラス会社の社長のゲールや哲学者のマッグと話をしました。のみならず音楽家のクラバックにもバイオリンを一曲弾いてもらいました。そら、向こうの机の上に黒百合の花束が乗っているでしょう。あれも夕べクラバックが土産に持ってきてくれたものです。僕は後ろを振り返ってみた。が、もちろん机の上には花束も何も乗っていなかった。それからこの本も哲学者のマックがわざわざ持ってきてくれたものです。ちょっと最初の詩を読んでごらんなさい。いや、あなたはカッパの国の言葉をご存知になるはずはありません。では、代わりに読んでみましょう。これは近頃出版になったトックの全集の一冊です。彼は古い電話帳を広げ、こういう詩を大声に読み始めた。ヤシの花や竹の中にブッダはとうに眠っている。道端に枯れたイチジクと一緒にキリストももう死んだらしい。しかし我々は休まなければならぬ。たとえ芝居の背景の前にも。そのまた背景の裏を見れば継ぎはぎだらけのカンバスばかりだ。けれども僕はこの詩人のように遠征的ではありません。カッパたちの時々来てくれる限りは、ああ、このことは忘れていました。あなたは僕の友達だった裁判官のペップを覚えているでしょう。あのカッパは職を失った後、本当に発狂してしまいました。何でも今はカッパの国の精神病院にいるということです。僕は S 博士さえ承知してくれれば見舞いに行ってやりたいのですがね。